エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は100均で見つけた iPad 用のペーパーライクフィルムをレビューします。iPad の画面にペーパーライクフィルムを貼ると画面が紙のような質感になってペンの書き心地がすごく良くなるのですが、普通に買うと2から3000円くらいするので、100均の安いフィルムで代用できるならコスパ最強なのではというわけで、他のペーパーライクフィルムとも比較しながら書き心地などを詳しくレビューしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。このフィルムはダイソーのスマホコーナーで550円で売られていました。ネットで買うよりも安いのですが、ちょっと貼って試すには躊躇するお値段です。こちらを先日レビューした新型 iPad 2021年モデルに貼って試してみたいと思います。パッケージの上に2020年、2019年モデル対応と書かれていますが、同じ形の2021年モデルにも問題なく使えます。私が行ったお店には普通の iPad 用のフィルムしかなくて、プロやミニ用のフィルムは見当たらなかったので、他の iPad のフィルムも出してくれると嬉しいです。まずは画面に何も貼っていない状態で書いてみます。紙に鉛筆で書くのと違って画面が硬くてツルツルしているので、最初のうちはペンで書いた時のカツカツした感じが気になると思いますが、慣れれば何も貼らなくても気にならなくなると思います。ただ iPad は持ち歩いて使うことが多いこともあり、画面にフィルムを貼らずにうっかり傷をつけてしまうのが嫌なので、個人的にはフィルムを貼って使うのをおすすめします。それでは実際に貼っていきたいと思います。中にはフィルム本体と画面の指紋を拭き取る布が入っていました。他のフィルムについているようなホコリ取りのシールやウェットティッシュなどはついていないようです。この辺は安いので仕方ないのですが、フィルムを貼る前の画面の掃除がやりにくそうです。私は他のフィルムについていたものを流用しましたが、ホコリ取りのシールはテープを短く切って代用しても良さそうです。このフィルムを貼る時の注意点ですが、フィルムを貼り付けた後に青い保護シートを剥がすのに結構力がいるので、下のフィルムごと剥がさないように気をつけてください。あとインカメラの部分が塞がっているので、貼る前にシャーペンの先などで取り除いておいた方がいいです。フィルムを貼った後に取り除こうとすると、フィルムの上の方を剥がさないといけなくて、フィルムに少しホコリがついてしまいました。ただペーパーライクフィルムは表面がザラザラしていて、ホコリがあまり目立たないので、少しくらいホコリが入ってもあまり気にしなくて大丈夫だと思います。貼り付けが終わりました。指で触った感じはかなりザラザラ感が強めで、スワイプした時にザラザラと音がします。それでは実際に Apple Pencil で描いてみたいと思います。素早く直線を引いたり、ペンをゆっくり動かしたり、線をぐるぐると描いてみます。ザラザラが強すぎるせいなのか、線を引く時に抵抗感があって少し引っかかる感じがします。紙にサラサラ描いている感じはしないです。筆圧が強めの人は逆に描きにくくなるかもしれません。ペン先の消耗も激しそうです。先日レビューした JP フィルター製造専門所のフィルムやメレコムの着脱式フィルムは程よいザラザラ感でサラサラ描けるので、書き味は2000円くらいするフィルムの方が個人的に描きやすいと感じます。ただペーパーライクフィルムはしばらく使っていると指の指紋がついてザラザラ感が弱まったり、表面のザラザラが取れてツルツルしてくるので、100均のフィルムでもしばらく使えばいい感じの書き味になるのかもしれません。新品の状態だとザラザラ感が強すぎて 2,3000 円の高価なフィルムと比べるとさすがにそっちの方が書きやすいのですが、100均のフィルムでも何も貼らないよりは十分書きやすいので、500円という安さを考えるとありかもしれません。ペーパーライクフィルムはアンチグレア効果もあり、画面の映り込みが少なくなったり指紋が目立ちにくいメリットがあるので、画面の映り込みが気になる人にも良さそうです。ただその代わりに画面がかなり白っぽくなって絵を描くとき正確な色が分かりにくいデメリットがあるので、ペンの描き心地の良さを取るか画面の綺麗さを取るか考えてから使うかどうか決めた方がいいと思います。ただ画面の白っぽさは剥がせるフィルムよりもマシなので、個人的にはこのくらいの白さなら許容範囲かなと思います。剥がせるフィルムは画面とフィルムの間に隙間があって、その分白さが強くなっているので
100均のフィルムよりもかなり白っぽく感じます。あとペーパーライクフィルム全般に言えることなのですが、画面がザラザラしているのでペン先が削れるのが他のフィルムよりもかなり早いです。Apple Pencil はペン先が削れると中にある金属が露出して画面を傷つけてしまうので、ある程度ペン先が削れたらペン先を指で軽くつまんで反時計回りに回して取り外した後に新しいペン先に交換しないといけないのですが、交換用のペン先は1つ400円くらいして結構高いので、ペン先をあまり交換したくない人にもペーパーライクフィルムはあまり向かないかもしれません。普通の光沢フィルムの場合は表面がツルツルしていて書きにくい代わりにペン先がほとんど削れないので、ペン先を長持ちさせたい人はペーパーライクフィルムは使わない方がいいと思います。特に100均のペーパーライクフィルムはザラザラ感が強めなので、ペン先が削れるのが早そうなのと、ペンを動かした時に少し抵抗感があって書き味が私の好みには合わなかったので、私は先日レビューした2000円くらいのフィルムを買い直そうと思いますが、100均のペーパーライクフィルムが全然ダメかというとそんなことはなくて、何も貼っていないよりは書きやすくなりましたし、550円という値段を考えるとありかなと思うので、ペーパーライクフィルムを試してみたい人はよかったら参考にしてみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。先日こちらの新型 iPad 第9世代と他の iPad を詳しく比較してみた動画や、新型 iPad mini 第6世代のレビュー動画も投稿していて、いろんなアプリの使い心地や Apple Pencil でイラストを描いた時の描き心地などを詳しくレビューしているので、 iPad でお絵描きしてみたいけど iPad の種類が Pro とか mini とか Air とかいろいろありすぎてどの iPad を買ったらいいかわからずに迷っている人は、それぞれの iPad を細かくレビューしていますので、よかったらそちらも見てみてください。他にも iPad のお絵描きを快適にするアイテムを紹介していて、先日指が痛くなりにくいペングリップや付け外しできるペーパーライクフィルム、お絵描きが早くなる片手デバイスなどもレビューしているので、気になる人はそちらも見てみてください。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。あと先日サブチャンネルを開設したので、ちょっとしたガジェットの紹介やメインの方には上げにくいけどどうしても紹介したいことなんかはサブチャンネルの方に投稿していく予定です。よかったらそちらもチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。